皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、X や TikTok でこんな動画がバズってるの皆さん見たことありますか？万博会場から帰る電車の中で、おじさんが車椅子のお子さんと多分そのお母さんとかその家族に対して車椅子畳めとか邪魔だよみたいな感じで、暴言を吐いているっていうような内容の投稿らしいんですけど、一応おじさんの顔出しはその X とか TikTok の方では流れているんですが、私の方では消してますけども、多くの方がおじさんに対しての悪口というか、なんでそんなこと言うんだよみたいな、おじさんに対しての批判の言葉がやはり一番多かったんですが、それ以外のコメントで、例えば車椅子スペースがあるんだからそこに行けば、こんな風に邪魔だよって言われることなかったんじゃないと、扉の前にいるからそうなってしまったんじゃないかとかっていうような内容も結構ちらほらありました。で、私自身その電車の中で暴言を吐かれるとか、電車の中じゃなくてもね、邪魔だみたいなことを言われたことは経験はないんですが、ただやっぱり私の生活圏、結構いろんなところに行ってたくさん電車は乗るけれども、でも毎日電車を利用しているわけではないので、やはり毎日電車を利用している人、特に満員電車に乗って通学や出勤をしている人からすると、結構そういうことを言われたことがあるっていうような話を聞くこともあります。だし、昔インタビューしたことがある高校生の男の子の車椅子の子も、自分が通学するときにそうやって大人から電車の中で車椅子蹴られたりとか邪魔だっていうようなことを大きい声でねバーって言われるんじゃなくて、本当に自分に聞こえるかのような声で言われたことがあるっていうのがあるので、やっぱり実際そういうことがあるんだなっていうふうに思います。車椅子スペースに関してなんですけど、今回その万博会場の通っている電車は車椅子スペースがあります。なので車椅子スペースがあるにもかかわらずっていう人がいるんだと思うんですが、結構やはり帰りの電車なのでめちゃくちゃたくさんの人がいるんですよ。特に車椅子の人も他の利用者さんだっているし、ベビーカーの人たちだっているから、車椅子スペースにみんながそこに入れるわけじゃないじゃないですか。先に利用してる人がいれば、やはり入り口の前の方がスペースがまだ広かったりするから、そこにいたりするっていう場合もあるし、今回の万博のことの件じゃなくても、その電車の中で邪魔だってならないために駅員さんが結構その声をかけてくれますと。乗り降りするときにスロープかけてくれる駅員さんだったら、すいません開けてくれますかみたいなことで言ってくれる人がいますっていうのもあったんですが、この夢洲駅に通っている御堂筋線っていうのかな、その線は段差がない電車なので、スロープをかけるっていうことをしなくてもいい電車なんですね。なおかつ多分ご家族の方がいるから、駅員さんが乗り降りを手伝うっていうこともないんですよ。そういうのもあるから、すいません道開けてくださいっていうような掛け声っていうのもお手伝いはないし、あとは、スロープをかけてもらうっていうパターンだったとしても、車椅子スペースがない電車も確かにあるし、車椅子スペースがあったとしても、そこの車両じゃなくて、降りる駅とのエレベーターの兼ね合いとかがいろいろあって、駅員さんが指定した車両に私たちは乗らなきゃいけないんですね。サポートしてもらう場合は。なので、次の降りる駅の近いエレベーターが車椅子スペースがない車両が近かったらそこを指定されるので、私はまたやっぱり扉の前に乗ることになります。で、じゃあって移動中、車椅子スペースがある車両に移動してっていうこともできません。降りるときはまた同じ車両番号から降りなきゃいけないので、だから結局、私たち自身がそこに乗りたくて乗ってない場合もあるんですよね。そういう事情が、多くの人は知らない人の方が多いから、なんで車椅子がこんな扉の前陣取ってんだよって思う人もいると思います。
だからそういう人混みを避けて、出勤通学するにしても時間をずらしてもらえるようなところだったらなんか時間ずらしていくっていう人もたくさん聞きますし、そうじゃなくてもイベントごとお祭りとか、そういう、人がたくさんいるような場所にはやっぱりわざわざ行かない、なんかそういうところは人の邪魔になるから行かないんだ、出かけないんだっていう人たちもたくさんいます。だからそういうところはやっぱりお互いの理解が必要なんだなって思いますし、そこに関しては行政とかそういう話ではないと思うので、なんかその車椅子スペースを充実させたらいいじゃないかっていうことでもないと思うんです。段差のない電車車両を作れば自分が選んで車椅子スペースがあるところに行けるっていうことはもしかしたらあるかもしれないけど、そうじゃなかったとしても結局満員電車、人が多い時に関してはその仮に駅員さんがいたとしても、その車椅子スペースの車両に乗ったとしても対角線上にある車椅子スペースに向けて人混みをかき分けていくなんて到底無理です。本当に難しいし絶対無理だから、もう本当にちょっと真ん中を開けてもらって、本当に人と人の中心の中にこう黙っているしかないし、私が降りる駅じゃない時にいろんな人が私のこの横を通り抜けて降りなきゃいけない。でもそこに対して私は一回こう降りてどくっていうこともできないんですよ。だからそんなのはもう本当にすいませんすいませんすいませんみたいな、もうどうしようもないけど、すいません私を避けて頑張って降りてくださいっていうことにしかできないから、もうそういう状況は私自身もなるべく作んないようにしてるけど、絶対世の中無理な人も生活上いるから、やっぱそこは皆さんがお互いを理解するしかないのかなというふうに思います。そんな今回みたいなおじさんみたいな存在とか、なんだよってブチ切れたり文句言うような人っていうのは本当に全体の中の一部でしかきっとなくて、多くの人はそんなこと言わないし、車椅子の人でも多分その割合としてそういうふうに言われるっていう回数が1年の中でね、何回あるかっていうことだと思います。ただやはり言われて傷つくなっていう人もたくさんいるし、見ててもね嫌だなって思う人もたくさんいると思います。今回に関しても見てる人たちがなんで助けないんだよとか、あと反射でね警備の格好をしたような方が映ってるんですけど、多分あの人は電車の中を警備してることではないんじゃないかな。私の時はいなかったので、普通にその人自身が出勤退勤時間でただ電車に乗ってただけなんじゃないかなと思います。だからなんで警備員さんが助けないんだよとかあったけど、警備員としてもただ出勤退勤時間なだけであって電車の中を警備してるわけではないと思うから、やっぱり自分の仕事ではないと思うよね。仕事外のことだと思います。多くの人たちが問題に対して、何か手助けをする、自分が巻き込まれるリスクっていうのはやっぱり避けたい人が多いし、それはもう仕方ないことだと思います。だから自分自身当事者の人たちがそういうムカつく方々とか嫌なことを言う方々、心がかわいそうだなっていう人たちは世の中にたくさんいるんだと。それを向けられたことで自分がその車椅子だからこのおじさんを怒らせてるんだって思うんじゃなくて、このおじさんはもう本当にかわいそうな人なんだなっていうようなくらいのテンション、そういった心を持つことの方が私は皆さんが幸せになると思います。そんなかわいそうな方々を私たちが変えてあげる必要はないし、変わらないから、そういう人たちは一定数だから、もう車椅子が悪いんじゃないと、そのおじさんたちがもうかわいそうなんだって思ってくれた方がきっと心が楽になると思うので、時々ね嫌な言葉をかけられることが障害がある人は一般の人よりもしかしたら多いかもしれませんが、本当にそういう風に思っていった方が楽だと思います。私自身もそういった心のない言葉をたくさん受けるような立場として発信はしてますけど、かわいそうな人なんだなって思いながら生活してるので、皆さんのありがたい言葉の方を受けて、日々言ってた方が楽しいです。この動画について当事者じゃない人たち
にとっては、車椅子スペースの問題、電車の問題というか好きでそこに扉の前にいるわけでもないし、車椅子スペースに行けないこともあるんだよっていうことですし、だからじゃあ邪魔にならないように車椅子スペースに行ける場合は、私たちは車椅子スペースに行きたいので、車椅子の人が来たらそこのスペースを譲るっていうことをしていただけたらなというふうに思います。当事者の人は強い心を持ってかわいそうだなって思うことで自分の心を守れるんじゃないかというふうに思いました。はい、ではこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。